私たちはあまりにも洗練されたデザインを目にすると、それが美のために作られたと錯覚しがちです。しかし、もしその純白のコーティングが単なる装飾ではなく、物理的な炎上を防ぐための不燃シールドだったとしたら、見え方は変わるはずです。極限のパニック状態にあるスタッフがデバイスの操作ミスをしないよう、インターフェースの形状を全て変えておくという狂気的なまでの親切設計です。外側からは5つの階層しか見えないのに、内部には7つの階層が隠されているという、侵入者を徹底的に欺くための情報構造です。これらは全て相手を効率よく排除するためだけに研ぎ澄まされた冷徹な生存ロジックの集大成です。さらに皮肉なのは、この莫大なコストをかけた最強のセキュリティビルが後にわずか23円50銭というランチ代のようなはした金で売りに出されそうになったという事実です。あるいはシステム全体を消滅させるはずの致命的なエラーがたまたま不具合で実行されなかったという、論理を超えた幸運だけで今日まで残っているという矛盾です。設計者が込めた凄まじい殺意が一度も発動することなく平和の象徴となった奇妙なプロダクトの記録です。このいびつな機能美の裏側に隠された真実のアルゴリズムを紐解いていきましょう。白銀の要塞に秘められた軍事ロジックと機能美。真っ白な翼を広げた白鷺が今にも空へ舞い立とうとする姿。私たちはこの城を白鷺城と呼び、その優美さをたたえます。しかし、この息を飲むような美しさは単なる権力者の贅沢や装飾のために生まれたものではありません。その白さの裏側には冷徹なまでの軍事ロジックが隠されています。姫路城を象徴する白漆喰層を塗り込めという技法は、壁面から屋根の継ぎ目に至るまでを真っ白な漆喰で塗り固めたものです。これは美しさを競うためではなく、最大の目的は防火にあります。戦国時代の攻城戦において最も恐ろしいのは火矢による攻撃であり、木造建築の弱点を克服するために不燃材料である漆喰を厚く塗り、城全体を燃えない要塞へと変貌させたのです。防御という切実な生存戦略が結果として世界を魅了する究極の機能美を生み出しました。姫路城は石垣に支えられた木造構造と白漆喰による外皮を組み合わせ、独自の防御耐震構造を実現しています。私たちが城内を歩くと、壁に狭間と呼ばれる射撃口が約1000箇所残っていることに気づきます。円形、三角形、正方形と形が異なるのはデザインの遊び心ではなく、戦場での情報の整理という実利的な理由からです。丸や三角は鉄砲用、長方形は弓矢用とルール化することで、極限の緊張状態にある兵士たちが瞬時に自分の持ち場を判断できるように設計されています。また、外壁の強度を保ちつつ、敵からは内側の狙いが見えにくいように計算されています。建物の隅には石垣の上にせり出した石落としがあり、真上から石を投下したり鉄砲を撃ち込んだりできるようになっています。死角を一切許さないこの構造は、この城が殺し合いの道具として設計されたことを物語っています。しかし、姫路城は築城以来、城そのものが攻撃されて落城した事例がなく、戦火による大規模な破壊を免れてきました。凄まじい殺意を秘めた設計が、実戦で血を吸うことなく現代に残っているという事実は、この城を特別な存在にしています。権力者たちの野望と語り継がれる伝説。姫路城の歴史は1333年、赤松則村がこの地に砦を築いたことに遡ります。大きな転換点は羽柴秀吉の登場でした。当時、軍師として知られた黒田官兵衛は秀吉の重臣武将として活躍しており、西国攻略の拠点として姫路の戦略的価値を見抜いていました。官兵衛は自らの地位よりも秀吉という巨大な波に乗ることで時代を加速させる道を選び、姫路城は地方の砦から近代城郭へと進化を遂げることになります。なお、官兵衛は秀吉配下の武将であり、城主そのものではなかったという歴史的側面も忘れてはなりません。
秀吉の時代、築城において深刻だったのが石材不足です。周囲の山から石を切り出すだけでは足りず、古い墓石や石仏までもが石垣に流用されました。この苦労を物語るものとして、民衆の石供出話を象徴する乳母が石の伝説が伝えられています。石不足に悩む秀吉を助けようと、貧しい老婆が家宝の石臼を献上したというこのエピソードは、権力者による収奪だけでなく民衆の協力が物理的な礎となったことを示す逸話として語り継がれています。関ヶ原の戦い後、徳川家康の娘婿である池田輝政が城主となり、8年の歳月をかけて現在の壮大な規模へと拡張改築しました。これは西国の豊臣家大名に対する徳川の意向を見せつけるための高度な政治的デモンストレーションでもありました。また、城郭の北西に位置する西の丸は、本田忠政の嫡男に嫁井田千姫の化粧猟銃万石によって整備されました。戦火に翻弄された千姫が過ごした安らぎの空間は、武の空間の中に雅な美意識を共生させています。巨大建築を支える構造の嘘と心臓。姫路城大天守は、外観の屋根数が50、内部は地下1階地上6階の7階建てという構成になっています。外から見ると5階建てに見えるこの嘘は、敵を心理的戦術的に混乱させるためのものです。外からの攻撃に対して内部構造を悟らせず、侵入した敵に戸惑いを生じさせるという情報の非対称性を武器にしていたのです。この巨大な木造建築を支えているのは、地階から最上階までを貫く東大柱と西大柱という2本の心柱です。これらの心柱は建物全体の荷重を分散させ、地震や強風による揺れを吸収抑制する役割を担っています。かつては池田輝政時代の原資材がそのまま残っていると考えられていましたが、昭和の大修理の際に老朽化が確認され、交換や増継ぎなどの補強が施されました。現在の柱は修復を経たものですが、東西2本の心柱が大天守を支えるという先駆的な構造は、日本の木造城郭の到達点といえます。石垣に森詰めのデザインが施されています。扇の勾配と呼ばれる曲線は、上部に行くほど垂直に近くなり、敵の登攀を物理的に阻みます。同時に、この曲線は石垣全体の自重を効率よく分散させ、雨水をスムーズに排出するという構造的な安定性を完璧に計算した末に導き出された形なのです。23円母10銭の命運と奇跡の昭和の大修理。姫路城は歴史の中で何回も消滅の危機に瀕してきました。明治期、白の国有化政策や財政事情に伴う売却の流れの中で、姫路城の天守は個人にわずか23円母10銭で売却されました。当時の日本は近代化を急いでおり、古い城は不要な遺物とみなされていましたが、広大な敷地の維持管理費が個人の手に負えるものではなく、結局は国有化されることで破壊を免れました。最大の危機は1945年の姫路大空襲です。町が焼き尽くされる中、大天守に焼夷弾が直撃しましたが、それは爆発しない不発弾でした。不発だった理由については、信管の不具合や着弾角度などいくつかの推定がありますが、はっきりした結論は出ていません。しかし、この偶然によって城は戦火を免れました。私たちが今目にしている姿は、昭和の大修理によって守られたものです。この修理は1934年の西の丸石垣崩落をきっかけに開始されました。天守本体の大規模な解体修理は1956年から始まり、約8年をかけて1964年に竣工しました。この修理では、城内建物のほぼ全てを解体修理し、石垣や石垣周りの一部を補修した上で、現代の技術を融合させた耐震補強が施されました。世界遺産の評価基準であるオーセンティシティを守るために、伝統工法を堅くなに守りながら基礎から見直されたこの努力が、400年前の息遣いを今に伝えています。城の周囲に設定されたバッファゾーンは、歴史とどう向き合い、
どのような景観を次世代に渡していくかという私たちの意志の表れです。機能を極めた先に宿る美、そして戦いのための施設が平和の象徴となった歴史。姫路城は沈黙を守りながら、これからも人類の歩みを見つめ続けるでしょう。皆様はこの城が語る不戦のメッセージをどのように受け止めますか？今日の動画が面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録といいねをお願いします。ぜひ次回も見に来てくださいね。またお会いしましょう。